みんな元気？日本語スタジオラジオスタラジの時間よ。今日も私、日本語教師の静香とアシスタントのヨッシーが簡単な日本語で日本の生活や文化について話すで。このポッドキャストで私たちと一緒に新しい文法や単語も勉強しましょうね。今日もよろしく頼むな。先週のレッスンでヨッシーから女言葉について勉強したいとリクエストがあったわね。リクエストしたつもりはなかったんだが、文化について知るいい機会だと思ったんだ。それで私たち今こんな話し方をしているのよ。今日は新しい文法は勉強しないのか？そうね、話し方について勉強したいから新しい文法は教えないわ。でも一緒に男言葉、女言葉を話す練習をしてみるつもりよ。そうか、みんなリラックスして聞いてくれよな。さあ皆さん、今の私たちの話し方を聞いてどう思いましたか？僕は正直変な感じでしたね。普段はこんな話し方はしません。そうですね。最近は日本語が中性的になってきたと思います。男性、女性の間、中、つまりその間にあるのが中性ですね。確かに昔のドラマを見るともっと男言葉、女言葉がはっきりしていますね。日本語はキャラクターを作りやすい言語だと思います。話し方だけでその人がどんな人なのか大体わかるのが面白いです。静香先生の言う通り、日本語はキャラクターによって使い分けられてきました。武士、つまり侍、それから芸者、学者、女子学生、軍人など、歴史の中の身分によっていろいろな話し方が生まれたんです。私が今日オープニングで話した女言葉はテヨダワ言葉と呼ばれていて、1900年頃から使われています。女子学生の話し方として普及しました。美味しくてよ、綺麗だわというような話し方でしたよ。普及はたくさんの人に知られて使われるようになったことですね。いつの時代も女子学生がブームを作るんですね。1970年頃から女性の社会進出、つまり会社で働いたり大学で勉強したりするムーブメントが起こり、このテヨダワ言葉が女性のステレオタイプになってしまってだんだん使われなくなってきたそうです。1980年頃からは男性も女性もユニセックスな話し方をする人が増えてきて、今では女言葉は使われることがほとんどなくなりました。特に若い人はユニセックスな話し方をしますね。男言葉はちょっと強そうな感じです。そうですね。男言葉は侍や軍人などの話し方から生まれたそうですから、どうしても命令形で偉そうに話すイメージになりますね。アニメではよく聞く話し方なので、学生からは先生これってどういう意味ですかとよく聞かれます。例えばうるせえとか。静香先生はそういう質問をもらったらどう教えているんですか？うるせえはうるさいですのギャングスタ言葉だと言います。アニメではよく聞きますが、言わない方がいいですよと教えています。それからアニメで勉強して食べるを食うとか美味しいをうまいという学生もいます。間違いではないですが、綺麗な言葉ではないですね。私もそう思います。特に女性にはあまりおすすめはしていません。アニメや漫画ではキャラクターがよくわかるからギャングスターな話し方も悪くないんですけどね。そうですね。みんなが大好きな漫画僕のヒーローアカデミアではかっちゃんがギャングスターな話し方をしていますね。デクはかなり中性的で、轟くんは男言葉ですが少しクールな男の子って感じですね。女言葉はつーちゃんが話しています。お茶子は中性的な話し方ですが少し方言が入ってます。ヤオモモはお金持ちの娘さんなのでテヨダワ言葉を使います。話し方だけでもキャラクターの性格がわかるのが面白いです。静香先生は漫画が好きですね。
ヒロアカのキャラクターが例に出てきましたけど、一人称はどうですか？デクは僕で、かっちゃんと轟くんは俺ですね。一人称は私、僕など自分のことを言うときに使う言葉ですね。僕、俺は基本的には男性の一人称ですね。日本語のテキストではどう教えるんですか？はい、日本語のテキスト、特にビギナーのテキストでは私だけを使います。確かに私だったら男性女性関係ないし、フォーマルにも使えるのが便利ですね。でも男の人が友達と話すときに私と言ったら、ヨッシーだったらどう思いますか？もし男性の友達が私と言ったらちょっと丁寧すぎると感じます。僕や俺でもいいと思いますね。はい、仕事で使うときは私が使いやすいですけど、友達と話すときは俺でもいいですね。でも店員さんやあんまり知らない人、自分より年上の人と話すときは僕の方が柔らかいのでおすすめです。どんな人だと思われたいかが大切なんですね。いいこと言いますね、よし。その通りですね。しゅうかさん、今までの話を振り返ると、です、ますは中性的な話し方だと感じました。そうですね。私は先生です。日本語を教えていますのような丁寧語は男性女性の違いがあまりありませんね。じゃあこの文を中性的でカジュアルな話し方にするとどうなりますか？仕事何？先生、日本語教えてるですね。男言葉ではどうなりますか？仕事は何だ？俺は先生だ。日本語を教えているですね。アニメみたいになりましたね。女言葉では仕事は何なの？私は先生よ。日本語を教えているのですね。ジブリみたいになりましたね。静香さん、関西弁ではどうなりますか？仕事なんなん？先生やで、日本語教えてんねんですね。これは中性的です。日本語って難しくて面白いですね。最近の日本語は中性的なので、あんまり男性女性の違いはないと言いましたが、せっかくですからちょっと話してみましょう。中性的な日本語の後に僕が男言葉を話して静香さんが女言葉を話すんですね。はい、皆さんも、私たちの日本語をリピートしてみてください。きっと楽しいと思います。それではやってみましょう。明日何時に起きる？明日何時に起きるんだ？明日何時に起きるのかしら？好きな食べ物は何？好きな食べ物は何だ？好きな食べ物は何かしら？寒いからエアコンをつけて。寒いからエアコンをつけてくれ。寒いからエアコンをつけてちょうだい。荷物重そうだね。一つ持つよ。荷物重そうだな。一つ持つぜ。荷物重そうね。一つ持つわ。これおいしいよ。食べてみて。これうまいぞ。食ってみろ。これおいしいわよ。食べてみて。ごめん、言いたくなかったけど、あの人のことあまり好きじゃないんだ。悪い。言いたくなかったが、あいつのことあまり好きじゃないんだ。ごめんね。言いたくなかったけれど、あの人のことあまり好きじゃないの。静香さん、日本語を勉強する人たちが気をつけた方がいいことはありますか？皆さんが知っている通り、私は自由な先生なので、好きな話し方をすればいいと思っています。でも、仕事の時、友達と話す時、年上の人と話す時など、ケースバイケースにすることは大切ですね。なるほど。日本語ネイティブと同じですね。はい。でも、もちろん、
俺はアメリカ人だぜ、よろしくなとか言っちゃうと、かなりユニークな人だと思われます。日本語ネイティブでもそういう話し方をする人は多分6歳の男の子ぐらいです。まずは基本が大切ですね。テキストの丁寧語をマスターしてから、それから自分らしさを出していけばいいですね。それは本当にそうだと思います。基本があるから応用があるんです。それでは最後に話し方クイズをしましょう。5つあります。皆さんも一緒に考えてください。1、これは誰が話していますか？男の人ですか？女の人ですか？私、明日から新しい仕事なのよ。なのよは女言葉ですから、女の人が話しています。2、これは誰が話していますか？男の人ですか？女の人ですか？私、明日から新しい仕事なんです。これは一人称は私ですが、どちらでも使えます。中性的な話し方です。3、お店の人と話すとき、この話し方は大丈夫？このカバン、他の色ある？見たいんだけど、見せて。これはカジュアルな話し方なので、あまり良くないと思います。このカバン、他の色はありますか？見たいんですが、見せてもらえますか？がいいですね。4、あなたは会社員です。会社の先輩と話すとき、この話し方は大丈夫？僕、明日から休みなんですよ。これは問題ないと思います。スモールトークだし、同じ会社の人なので、私じゃなくても大丈夫です。5、最後のクイズです。答えはコメントに書いてください。この話し方を丁寧語、つまりです、ますにしてください。昨日、ダチとうまい飯を食った。皆さんコメントに答えを書いてくださいね。静香先生がチェックします。昨日ダチとうまい飯を食ったを昨日をましたにしてくださいね。皆さん、今日のスタラジはどうだったかしら？今日も歌あるんですけど今日も歌があるそうよ。はい。居酒屋で男性と女性が話しています。男言葉、女言葉に気をつけて聞いてくださいね。はい、ではまず音楽、スタラジミュージックからいきましょう。スタート。カウンターしかいてないのかしら。なんで俺の横に来るんだよ。だって他全
わなくてもわかってよめんどくせえなお前新宿の横丁色とりどりの明かりの中でくだらない話なのに笑い声が止まらないまた会うなんて言葉は出ないけど心が緩んだ夜じゃあそろそろ出ようか遅そうだな割り勘でいいよねポテサラダ代出しとけよはいはいしつこいねじゃあまたなまたねはい、皆さんどうでしたか？どちらが男性でどちらが女性の会話だったか分かりましたか？まあこのポッドキャストを最初からちゃんと聞いてればそんなことぐらい簡単にわかるわよね。はい、静香先生はそのキャラをずっと続けるんですね。結構楽しいのよ。さあ皆さん今日のスタラジはどうだったかしら？楽しんでくれたら俺たちも嬉しいぜ。アニメを見るときにキャラクターの話し方に注意しながら見てちょうだい。きっともっとアニメが面白くなるわ。スタラジは毎週月曜日に新しいエピソードがアップされるぞ。次も聞いてくれよな。次のスタラジで会いましょう。ごきげんよう。またな。